瀬戸内海美山瀬戸の島々を歩いています。直島諸島にある男と女の名前が付けられた二対の島。前回の小木島に引き続き女木島を歩きます。今回もですね、マイクに雑音が入ってしまいましたんで、BGM とこの拙いナレーションで、女木島を歩いていくことになります。ごめんなさい。高松市の北4キロに浮かぶ女木島。島の形は南北に長く、北部が円錐形、南部は穏やかな溶岩台地になってまして、中央部の東西に集落が作られています。高松港からの船が着く女木港のある東浦集落です。港に近づく船から眺めていて、誰もが真っ先に気づくことがあります。それは海岸線にずらりと高い石塀が並んでいる異様な姿です。隣の小木島には見られませんでしたが、なぜ女木島にはこのような高い石塀があるんでしょうか。小木島では山のふもとの斜面のところにですね、集落が作られてましたけれども、この女木島では平坦な地形に集落が形成されています。冬になりますと、海水のしぶきや砂が混じった強烈な季節風が吹くそうです。それをもろに受けると家屋が傷んでしまいますので、海岸沿いの敷地では民家の軒の高さまで覆った大手と呼ばれる高い防風壁が作られました。女木島を訪れたのは15年ぶりぐらいになりますが、観光地として港が
すっかりきれいに整備されているのには驚きました。この大手もかつては崩れているものがあったように記憶していますので、復元などされているものもあるのではないでしょうか。ね、石風にこう目地切ってるけれども、石ではないね。それでは大手の裏側に回ってみましょう。正面は高さが3メートル近くありますが、側面はだんだんに低くなっていますね。海からの風を防ぐのが目的なので、側面は低くしても問題ないんでしょう。そうしないと庭に光が入らなくなってしまいますからね。それと建物が大手にくっついて建てられているのは面白いですね。海岸線から集落内の通りを入っていきます。この通りは道幅が広いので、海からの風が吹き込んでくるのでしょう。石塀の高さは海岸線ほどではないものの、2メーターくらいはありそうです。また各敷地の付属家が通りに面して並んでいまして、そこをくぐって庭に入る形の家があります。これは小木島でも見られましたね。この通りは集落の奥にある住吉神社へ向かう縦道の一つです。東浦の集落は住吉神社を頂点にした放射状の縦道と円弧を描く海岸線に並行した横道により構成されています。棍棒や鬼ヶ島本店、瀬戸内国際芸術祭2022の作品である女木島名店街の12番目の店舗のようです。横道の街並み、左側に続く石塀にはコンクリート壁がかさ上げされていますね。そもそも高い石塀だったものの、上半分をコンクリートに変更したのか、それとも暴風のためにさらに高くしたのでしょうか。海岸線に戻ってきました。ところで港に船が着くと、多くの観光客の皆さんはバスへと乗り込んでいきました。島の中腹に巨大な洞窟がありまして、そこへ向かったようです。大正3年に発見された鬼ヶ島大洞窟。広さがなんと4000平米、奥行き400メートルもあるそうで、鬼がここに住んでいたという桃太郎伝説の場所にもなっています。コンクリートブロックが積まれた塀もありましたけれども、ここには石塀がよく残っていますね。おそらくこの景観が女木島東浦集落本来の姿なのでしょう。石塀の高さは海岸沿いは3、4メートル、集落内は2メートル程度というのが原型なのではないでしょうか。この場所はアートギャラリーのメギハウスです。ちょうど休業中で建物内に入ることができませんでしたが、この大手と古民家に囲まれた心地の良い屋外空間はアートの展示やイベントスペースとして使われているのでしょう。女木島の集落、いかがだったでしょうか。女木島、小木島は高松からとても近いですし、船便も多いので、高松へ行かれたときはぜひこの石垣石塀の島里を歩いてみてください。2月の頭だっていうのにね、ほんといい天気でしたよ。やはり真冬の島旅は瀬戸内海がいいですね。それではまたどっかの島でお会いしましょう。さよなら。最後に高松港の北東8キロに位置する大島の空撮でお別れです。I hope